こんにちは、コウズホウです。今回はカフカコンシューマーグラップスについて学びます。実務では、コンシューマーを直接パーティションに接続するよりもコンシューマーグラップスを主に使用します。コンシューマーグラップスはコンシューマーをパーティションに直接接続する方法よりも自動化されたパーティションコンスメを行うことができます。例えば、4つのパーティションで構成されたトピックをコンスメするには、0番から3回までパーティションを眺める4つのコンシューマーを作成する必要があります。1つのコンシューマーは1つのパーティションだけコンスメできるからです。ただし、コンシューマーグラップスを使用すると、1つのコンシューマーで4つのパーティションすべてをコンスメできます。そして同じグループのコンシューマーが増えればコンスメするパーティションを自動的にレバランシングをしてくれます。パーティションを直接コンスメとは異なり自動的にコンスメするため、運用に多くの利点があります。コンシューマーグラップス実習をします。環境設定は前の映像に続いて進めます。カフカ練習のためのデブコンテナーズを実行してください。コンテナ実行されるまでお待ちください。コンテナが準備ができたら Docker デスクトップを開きます。カフカコンテナでシェルを実行します。以前に作成したトピックを削除して実習を始めましょう。ハロートピックがない場合、このプロセスは省略しても構いません。カフカトピックスコマンドでトピックを削除します。カフカトピックスコマンドでパーティションが2つのハロートピックを生成します。アックのトピックメニューで生成されたトピックを確認します。パーティションが2つであることを確認しました。カフカコンソールコンシューマーコマンドで0、1回パーティションをコンスメします。前の映像の実習のようにハイフンを基準にキーとバリューをプロデュースします。カフカコンソールプロデューサーを実行します。2つのコンシューマーでメッセージをコンスメすることがわかります。コンシューマーはパーティションオプションを通じてコンスメする場合は1つのパーティションだけコンスメ可能です。だから、以前に終了したコンシューマーのパーティションに溜まったトピックはコンスメをすることはできません。それではこれからはパーティションを直接コンスメせずにコンシューマーグラップスを使います。実行中のカフカコンソールコンシューマーを終了します。既存の命令にグループオプションを追加します。グループオプションはコンシューマーがあるグループの ID を指定します。グループ ID はワークと入力します。意図した通りに命令を実行するとエラーが発生します。なぜなら、パーティションオプションとグループオプションは同時に入力することはできません。どちらのオプション入力する必要があります。パーティションオプションを減算し、再度カフカコンソールコンシューマーコマンドを発行します。では、アックを通じてコンシューマーグラップスの動作を確認します。ローカルホスト8080ポートでアックを接続します。アックトピックスメニューを確認してください。トピックリストからハロートピックを選択します。コンシューマーグラップスタブを選択します。ID がワークであるコンシューマーグラップスを選択します。トピックスタブには、現在コンスメ中のトピックとパーティションの情報を表示できます。ちなみに、コンシューマーグラップスは1つ以上のトピックをコンスメできます。今回の実習では、1つのトピックだけをコンスメます。アックページで、メンバーズタブを選択します。クライアント ID、ホスト、アッシンメンツカラムがあります。クライアント ID はコンシューマーを識別するために入れる値です。練習では、シェルコマンドのデフォルト値であるコンソールコンシューマーが入力されていることを確認できます。クライアント ID は重複を許可します。一方、
ID 列の値はコンシューマーグループ内で唯一の ID が自動的に割り当てられます。ホスト列を使用して、コンシューマーのホスト情報を確認できます。アッシンメンツカラムではコンシューマーがコンスメするトピックのパーティション情報を確認できます。今はハロートピックの0と1番パーティションの2つをコンスメています。次に、下部にターミナルとしてグループ ID がワークであるコンシューマーを実行します。アックページを更新してください。コンソールコンシューマーがもう一つ追加されることを確認できます。クライアント ID はコンソールコンシューマーが2つが出て、ID 列を使用すると、コンシューマーは1位の ID 値を持っていることを確認できます。気にしてみなければならないのはアッシンメンツカラムです。従来、1つのコンシューマーが0と1回パーティションをコンスメしたが、これでコンシューマーが2つになったので、2つのコンシューマーは0回1回パーティションをそれぞれコンスメすることになります。コンシューマーグラップスに参加するコンシューマーの構成が変わると、自動的にコンシューマーはパーティションレバランシングすることができます。ちなみに、コンシューマー数が倍増したため、このコンサマーグラップスのスループットも倍増しました。パーティションレバランシングはコンシューマーの数をパーティションサイズで割って自動的に割り当てます。パーティションサイズが10で、コンシューマーが2つの場合、それぞれ5つずつコンスメします。では、逆にパーティションサイズよりコンシューマーサイズが大きい場合について調べましょう。パーティションが2個でコンシューマーが3個でコンシューマーが1個より大きい場合を仮定します。ターミナルに新しいコンシューマーを追加して、ワークコンシューマーグラップスにコンシューマーが3つになるようにします。アックページを更新してください。グループ ID がワークのクライアントは3つであることを確認できます。ところで、アッシンメンツカラムを確認すると、2つのコンシューマーはパーティションが割り当てられましたが、1つコンシューマーは割り当てられていないことを確認できます。このようにパーティション数よりコンシューマー数が多い場合、残るコンシューマーはパーティションを割り当てられません。不必要にサーバーを無駄にする可能性があるため、注意が必要です。練習に戻り、ターミナルでコンシューマー1つを終了します。素早くアックページを更新します。アッシンメンツ列に割り当てられたパーティションがないことを確認できます。コンシューマーグループのコンシューマー構成に変化が生じた場合、すべてのコンシューマーはパーティションコンスメを停止し、レバランシングされるまで待機します。そしてパーティションレバランシングが完了するとコンシューマーは再コンスメをします。このプロセスは短いため、素早く確認する必要があります。では、カフカトピックス命令でコンシューマーではなく、カフカノードが持っているパーティションのサイズを増やすとどうなりますか？残りのコンシューマーはすぐに新しいパーティションをコンスメますか？確認のため実習をさせていただきます。コンシューマーを追加します。アックページを更新してください。アッシンメンツ列で割り当てられていないコンシューマーを確認できます。今、カフカトピックスでパーティションの数を3つに増やします。しかし、コンシューマーグループのコンシューマーが追加または削除されるのとは異なり、カフカトピックス命令でパーティションを増やしてもコンシューマーにすぐに割り当てられません。ちなみに今の練習ではコンシューマーグループにパーティションが割り当てられるまで2分ほどかかりました。遅延がある可能性があるため、迅速に処理したい場合は、パーティションサイズアルターコマンドを使用した後、すぐにコンシューマーを追加するのも方法です。遅延について扱う理由はカフカのトピックの順序のためです。
例えば、A トピックは必ず B トピックが処理される前に処理されなければならないと仮定します。さて A は0番パーティションに、B は1番目のパーティションに保存されていると仮定します。もし0番パーティションが1分間遅延が発生し、1番パーティションの B が先にコンスメとなり、遅延が終了し、A トピックが0回パーティションを通じてコンスメされるとき、A は B より先に保存する必要がありますが、B が最初に保存されているためエラーが発生します。カフカはパーティション単位で順序が保証されるため、順序が必要な A と B のトピックは、同じパーティションに保存できるように同じキーを使用してください。コンシューマーグループで1つのコンシューマーが2つ以上のパーティションをコンスメするときは、トピックでメータ情報を確認してパーティション情報を読み、パーティションごとに別々に処理をしてくれなければなりません。これは他のビデオでコードを通して確認します。最後に、コンシューマーグラップスでオフセットを管理することを見てみましょう。既存のパーティション番号で直接コンスメしたときはコンシューマーごとにオフセット情報を別に管理しません。しかし、コンシューマーグラップスはグループ ID に基づいてパーティションごとに処理した最後のオフセット情報を記録します。そのため、特定のコンシューマーが障害で終了した場合、すぐに別のコンシューマーにパーティションが割り当てられ、最後に処理したオフセット以降からコンスメを行うことができます。ターミナルでコンシューマー2つとプロデューサーを実行します。同じキーを入力してトピックを発行します。一つのコンシューマーでコンスメすることを確認します。トピックを受け取ったコンシューマーを終了します。再度プロデューサーと同じキーでトピックを発行します。既存のトピックを受け取っていなかったコンシューマーが、今度はトピックを処理していることを確認できます。それではすべてのコンシューマーを終了させます。プロデューサーで様々なキーでトピックを発行します。再度カフカコンソールコンシューマーでコンシューマーを実行します。未処理のトピックをコンスメことを確認できます。このように、カフカを使用すると、コンシューマーが失敗しても処理が完了したオフセット以降の作業を実行できるため、最終的な一貫性を達成できます。カフカを使用すると、安定したサービス運営を得ることができます。ちなみに、コンシューマーグループのオフセット情報は、コンサメロフセッツトピックで確認できます。アックトピックスページで Show All Topics を選択して検索すると、コンシューマーオフシーツトピックを検索できます。コンシューマーオフシーツトピックを下部のライブテールボタンを押すと、トピックをリアルタイムで確認できます。トピックからキーへグループ ID、トピック、パーティション番号があり、詳細ビューをクリックするとオフセット情報を紹介できます。これにより、コンサマーグラップスは処理されたオフセット番号を紹介できます。以上でコンシューマーグラップスの説明を終えます。いいね、通知設定は、コンテンツ制作者に多くの役に立ちます。ありがとうございます。